おはようございます。ケンです。今週のテスラ株は400.49ドルで終えました。一時は390ドルを割り込む場面もありましたが、その後は反発し400ドル台を維持しました。これは短期的にはポジティブです。ただ、まだ完全な強気の転換とは言えません。400ドルは守った一方で、410から416ドルの壁を突破できていないからです。今回は今週のテスラで何が起きたのか、なぜ期待から証拠へ移ったのか、ここを整理していきます。まず株価から見ていきたいと思いますけれども、今週の焦点っていうのは390ドルの防衛でした。テスラ株は一時386ドル台まで下落しました。ここを明確に割り込んでいれば380ドル台や360から370ドル台も視野に入っていました。しかしその後は買いが入り400ドル台まで反発しました。週末は400.49ドル、ギリギリではありますが400ドルを維持しました。400ドルっていうのは投資家の心理でも意識される節目、ここを守って崩れていないということを確認できました。本当の勝負はここからなんです。重要なのは410から416ドル付近です。この価格帯には20日線と200日線が重なっています。短期の勢いと中長期の重要ラインが同じ場所にあるということになります。ここを突破できればチャートの印象っていうのはかなり改善することができます。逆にここで止められるならば反発は一時的な戻りだった可能性っていうのも出てきます。下げ止まりは見せましたけれども強気転換っていうのは未確定です。ここは冷静に見たいところじゃないかと思います。ではなんで上値が重かったのか。最大のテーマは FSD の規制リスクです。アメリカの上院議員が NHTSA に対してFSD の安全データの精査、これを求めました。これを受けて市場は敏感に反応しました。ただ単なる悪材料ではありません。本質的には市場が FSD の価値を本当に証明できるのか、ここを問い始めたんです。今のテスラ株は単なる自動車会社としては評価はされていません。FSD、ロボタクシー、オプティマス、AI、エネルギー、こうした期待が高い評価に入っています。FSD の安全性だったり規制対応に疑問が出ると株価っていうのは敏感に反応するんです。大事なのは FSD が走れるのかだけではありません。安全だと説明できるのか、規制当局を納得させられるのか、社会が受け入れる形で展開できるのか、ロボタクシーとして収益化できるのか。テスラ株は FSD の夢ではなく FSD の証拠、これを求められる段階です。ただ FSD についても悲観に寄りすぎる必要もありません。デンマークでは承認の話があり、オーストラリア、ニュージーランドでは FSD のバージョン14の展開が始まりました。一方で欧州ではスウェーデンが速度超過機能を問題視しています。ここにテスラと規制当局の考え方の違いが現れています。テスラは人間らしく実用的に走らせたい。当局は法律と安全基準を重視します。このズレをどう埋めるのか、今後の FSD の展開の大きなポイントになってきます。そして FSD とつながる最大のテーマがロボタクシーです。テスラがサンフランシスコ国際空港で配車サービスの運営許可を取得しました。これはすぐに完全無人のロボタクシーが始まる意味ではありません。ただ、テスラが商業輸送の領域に少しずつ入ってきている動きです。さらにサイバーキャブやグロックとの連携、音声での経路指示も注目されています。目的地まで走るだけでは不十分です。どこで降ろしてどこに止めるのか、混雑した場所でどう動くのか、細かい対応っていうのがサービスの品質に直結します。ただ、ロボタクシー市場はテスラだけのものではありません。ウェイモはすでに展開し、モビルアイも2027年にアメリカで開始する計画です。いつか来る未来ではなく、どの会社がロボタクシーという市場において勝つのか、この競争に入っているんです。
テスラの強みはカメラベース AI で低コストに大規模展開できる点です。リスクは規制、安全、実運用での遅れ、ここでも必要になってくるのは証拠なんです。もう一つ大きかったのがスペース X です。その存在感が投資家の見方を変えています。これまではイーロン・マスクさんの未来に投資するならばテスラが一番わかりやすい選択肢でした。しかし今はスペース X という巨大な選択肢があります。短期的にはテスラへの資金や注目が分散する可能性があります。今後のテスラは名前ではなく単独の実行力で評価される段階です。FSD で結果を出せるのか、ロボタクシーを拡大できるのか、オプティマスを事業化できるのか、ここがより重要になってきます。もちろん下支えの材料もあります。ゴールドマンは Q2 の納車予想を情報修正、アークがテスラ株を買い戻したっていう話もあります。スーパーチャージャー網の拡大だったり、モデル Y の警察の採用なども出ています。つまり自動車事業が完全に崩れているわけではありません。ただ株価をさらに押し上げるには納車の改善だけでは足りないんです。市場が求めるのは FSD、ロボタクシー、AI 企業としての実行証拠です。皆さんは今週のテスラどう見ましたか？このあたりコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、これを見ていきたいと思います。先週の結果ですけれども、テスラ株は先週末は 406.43 ドルで、今週末が 400.49 ドルということで、下がるが正解となっております。ではね、アンケートの結果見ていきたいと思いますけれども、今回は486票いただいております。ありがとうございます。結果ですけれども、上がると答えられた方が一番多くて 71% ではありましたけれども、結果としては下がるが正解なので 17% の方が正解です。そして次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントなんですけれども、今回は AW139MK2 さん1人だけが正解となっております。連続正解の方も全て外れてしまったので、1週のみ1名という感じになっております。そしてこのアンケートですけれども、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。